今日はスタッフの採用で最も多い失敗に関してご説明します。これはもう新卒採用、中途採用、障害採用、アルバイト採用、すべてにおいて言えることですね。今日お話しすることさえ気をつけてしまえば、採用で失敗する確率は大きく減ります。ぜひ最後まで動画を見て学んでください。その前に簡単に自己紹介をしておきます。スタッフの採用から定着までを専門にしている社会保険労務士です。2007年に開業して現在創業14年目です。採用の教科書シリーズという本を出していたり、従業員満足度の上げ方 ES2.0 といった本も出しています。さて、先にですね、答えを言いたいと思います。スタッフの採用で最も多い失敗は何かというと、それは妥協です。もう採用活動における最大の敵と思ってもいいです。この妥協。なんだ妥協かって思うかもしれませんけど、ほとんどの会社はこれを理解していません。そもそもですね、妥協して採用した人って今までいましたか？どうしようかな、微妙だな、でも今人手が足りないから仕方ないからちょっともうこの人でもいいから採用しようかって言った方で、いい人材はまずほぼいません。それはですね、100% いないとは言い切れません。しかしですね、採用した後に失敗したっていった後悔した経営者の多くがこの妥協したことっていうのを認めます。結局背に腹は変えられないといったような言い訳をして妥協して採用して結果失敗しているんですね。すでにもうこれまで採用に失敗したらどのぐらいの損失が会社に発生するかっていうのは4回に分けて説明していますよね。そこまで理解していて、なぜか最後の最後、合格を出すときに妥協してしまうと。これは本当の損失というのを理解していないことから起こります。またですね、自分の感情、これが何とか合格させようとか、いや、きっとこの人はいい人だと思うっていうふうに信じてしまう心があるんですよね。そういった感情を理解したら、今のは妥協だなっていうのを分かってくると思います。で妥協をして採用して、もしその人がですね、あんまり良くなくて失敗して、離職した場合なんですけど、考えたらわかりますが、これ会社だけじゃなくてもですね、応募者にとってもめちゃくちゃ不幸なことなんですよ。採用基準とか企業理念に合わない応募者を妥協して採用してしまった結果ですね、その人はもう当然退職してしまうかもしれませんよね。で、会社から見たらただ辞めた人っていうふうに思うかもしれませんけど、採用した人の視点に立ってください。これですね、一人の不幸な人を世に送り出したっていうふうなことなんですね。で、この責任はどこにあるか。妥協して採用した会社、こちらにあります。自社に合わない人材を採用したんです。ですから、応募者のためを考えてもですね、会社のためにも当然ながらそうなんですけど、妥協しては絶対いけないんですね。実際によくある失敗例をちょっとご説明します。例えば、求人募集を行って10名の応募がありました。履歴書が10通来たわけなんですけど、ここでよくある心情としてはですね、この10名の中から選ばなければいけないっていうふうに思うこと。これがまず間違いです。こういった気持ちになるとですね、採用で妥協してしまいやすいんですね。なんとか10名の中から選ぼうとするから。本来は10名の中にですね、もし自社にあった人材がいなかったら、費用がかかったとしても、再度求人募集をする勇気が必要なんですよ。採用で失敗するとですね、大きな損失を生むっていうのはもうすでに以前の動画で理解していると思いますんで、続けますけど、それに比べたらですね、この追加の求人広告費用というのは安いのがわかりますよね。ですから、何とかしてこの中から選ぼうっていう風な考えを持つことをまずやめた方がいいです。他にもですね、妥協になる落とし穴ってたくさんあります。10人から選ばなければいけないっていうのもありましたけど、それ以外にも、この人でいいかなっていう風に思ってしまうこと。ろくに対してですね、選考もせずに安易に採用を決定してしまう場合ですね。他にもですね、人手が足りないから、どうしても一人採用しなくちゃいけないっていった場合に、そういった感情になってしまうこと。こういった時はですね、かなりこの妥協の落とし穴っていうのに片足を突っ込んでいる状態と思ってください。目が曇ります。冷静に選考基準とか採用基準っていうのを元に判断できなくなってきますね。これですね、実際例えばスタッフを面接官として同席させたらわかるんですけど、例えば人手が足りない職場のスタッフ、当然ながらですね、その職種で募集をしていますから、その人は仕事のこと分かってますよね。その方を面接官として置くんですが、人が欲しいと思っているそのスタッフであってもですね、いや、この人をもし採用する場合だったら、私もうちょっと頑張りますっていうふうに思ってくれやすいんですね。これが例えば経営者だけとか採用担当者だけであれば、なんとか一人採用しようというような形で、無理にですね、採用してしまうことがあると。大体採用で妥協して失敗する会社というのは、スタッフの方、その職種の方をですね、面接官につけていないこともよくありますね。でそういったことをすると、客観的に応募者を見やすくなります。で、採用でですね、失敗しないコツなんですけど、常にですね、客観的に見て、そもそも内定を出すときには、これはですね、妥協ではないと、自分で確信が持てるときのみ合格としてください。これがですね、会社を守る方法です。
私が書いた採用の教科書シリーズとか、あとは採用面接マニュアル、その他ですね、こういった動画をたくさん見ていくと、採用するときにこの妥協するっていう可能性はどんどん低くなってきますけど、それでもですね、常に初心に帰って、いつも自分を律してください。そうしなければ本当にこのですね、妥協してしまうっていうのは起こりやすいんですね。とにかくこの妥協することはもう採用で失敗する最短ルートと思っていただければ、採用の失敗を大きく回避することができます。このチャンネルでは、新卒採用や中途採用、会社経営に役立つ話を紹介していきます。今後もですね、こういったことを学びたい場合は、ぜひチャンネル登録をしてください。その際に、ベル通知の登録をしておくと、更新情報が漏れなく届きますので便利です。また、Twitter もやっていますので、ぜひフォローの方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日は採用のことを学べるチャンスの少なさに関してお話をしたいと思います。会社というのはそもそも経営者やそこで働くスタッフの集合体です。ですから企業は人なりというふうに言われるんですけど、その人の入り口がそもそも採用ですよね。ですから学ぶ機会というのは実はものすごく少ないです。採用のことを学べるこういった動画っていうのはまずほぼ存在していないと思います。ところがどの会社も一つ質問ですけど、あなたはこれまで採用のことって学んだことありますかね？何かしら採用についての本とか勉強したことありますか？これはですね、会社の規模とか歴史とかあまり関係ありません。